カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンアセヨ、ふうかです。さて5月も下旬となりまして、いや本当にね、時が経つの早くないですかっていつもジョイジョイライフの収録の時ね、ゆかさんと言ってるんですけれども、こうやって気づかぬうちに年を取っていくんですかね。ガチさーになってから時の流れが早いですね。これは年を取るごとに加速していきそうですが、大阪はゴールデンウィークの頃暑くてですね、日中25度を超える日もあって半袖で過ごせたくらいだったんですが、5月の中頃に 4,5 日雨がずっと続いて寒くなる時期がありました。この放送の頃には多分ね、暖かさも戻って5月らしい気候になっているかなと思います。うちの近くにコーヒーの木豆をその場で焙煎して売ってくれるコーヒー屋さんがあるんですね。豆の種類ごとにそれぞれ焙煎の深さを変えてくれたりするんですよ。そして焙煎してすぐのフレッシュな状態だと、お湯を注いで抽出した時に、ガスがたくさん出てきてしまうので、焙煎してもらった後だいたい1週間ぐらい家で豆を休ませてから飲むことが多いんですね。5月に入って暖かくなるとアイスコーヒーの豆が出るんですよ。暑い時にね、アイスコーヒーとっても美味しいじゃないですか。それでちょうどゴールデンウィークにアイスコーヒーを買って楽しみにね1週間ぐらい寝かせといたんですけど、豆のベストコンディションの時期になんと雨が続いて気温が下がってしまい、寒くてまだ全然飲めていないっていう感じでですね、最近ねやっとねアイスコーヒーが美味しいような気温になってまいりました。さてそれでは今日の本題、韓国の女性4大ボーカリストの話に入っていきますが、この番組の最初の月1月のテーマは韓国の男性4大ボーカリストだったんですよね。キム・ボムスさん、ナオルさん、パク・ヒョシンさん、イスさんの4人の頭文字を取ってキムナ・パクイと呼ばれてるんですよというふうに紹介しました。そしてこの方々を毎週一人ずつ紹介して一曲ずつ歌をカバーするという企画からこの番組はスタートしたんですが、実はこの韓国4大ボーカリストというのは女性版もあるんですよ。女性4大ボーカリストはパク・ジョンヒョンさん、ソヒャンさん、イ・ヨンヒョンさん、ゴミさんの頭文字をそれぞれ取ってパクソイゴと呼ばれているそうです。実は今月ね、女性ボーカリスト企画をやるっていうことで、今月もね女性4大ボーカリストの縛りでいこうかなっていう企画も実は一瞬考えたんですが、もう女性ボーカリストほんとね、皆さん超絶技巧系で、あとキーがすごく高いんですね。でキーは別に下げればいいとしても、ちょっとね歌いこなすには難しすぎて気が引けてしまって、結局この方々以外の女性ボーカリストの曲を選んで歌ってきたんですが、今週はこの女性4大ボーカリストの中でも、特にね私が大好きなイ・ヨンヒョンさんの曲をカバーしようと思っております。この4大ボーカリストの中からお一人だけ歌は挑戦させていただくということですね。で次回の歌会で、イ・ヨンヒョンさんの代表曲流しますけれども、これも本当に歌うのが大変な曲でした。で他のお三方に関しても曲をカバーするのをちょっと無理にしても、とても歌唱力が高い方々なので番組では紹介したいなと思っていて、今回のトーク会では韓国女性4大ボーカリストを紹介していこうと思います。まずお一人目、パク・ジョンヒョンさんですね。パク・ジョンヒョンさんは1976年生まれの現在46歳でいらっしゃいます。デビューは1998年なので、キャリアが今年で24年になりますね。パク・ジョンヒョンさんは韓国系アメリカ人でいらっしゃって、カリフォルニア州が故郷だそうです。
そしてお父さんが牧師さんで、幼い頃から CCM っていうんですけれども、コンテンポラリークリスチャンミュージック、その頭文字を取って CCM という音楽ジャンルがあります。これはキリスト教の布教を目的とした音楽で、特にね歌詞が、賛美的な内容になってますね。神様を賛美するような内容だったりとか、特にこの歌詞に重点を置いて布教を目的としている音楽ジャンルというジャンルですね。この CCM に触れ、最初は CCM のシンガーとしてアメリカで活動されます。そしてアメリカでの活動をたまたま韓国人のプロデューサーが見て、そこでスカウトをされて韓国で歌手活動をすることになったそうです。両親は韓国人でいらっしゃるんですが、カリフォルニア州ということで英語圏で育ったので、歌手になるために韓国に来た時はまだ韓国語がね十分に話せなかったそうですよ。今はもうね完璧に話されているんで、そんな過去があったっていうことは私もよく知らなかったんですけれども、今回調べたらねそういうことが分かりました。パク・ジョンヒョンさんのボーカルの特徴というのは、とにかく声が高くて可愛いんですよ。声の響きがね可愛い声されてますね。そしてバイオリンみたいな弦楽器のピーンと張った音が常にしつつ、伸びやかでパワーもある声をされています。でもこの声質は本当に天性のものだと思いますね。どうやったらあんな声で歌えるんだろうって思うんですけれども、これは真似のしようがない点だと思います。そして歌の声量もしっかりあるんですけれども、体格自体はね小柄なんですよ。で身長が150センチで、とっても可愛らしいキュートな姿と、歌声もとっても可愛らしいことから、妖精とか、あと国民の妖精なんていうニックネームで呼ばれているそうですね。代表曲は2002年に発売した第4週アルバムのタイトルトラック、クメ夢にというタイトルの曲です。でこの曲が大ヒットして、ちょうどこの年日韓ワールドカップがあったことから、代表歌手として日本のケミストリーさんと、共演されたこともあるそうです。そしてその後日本デビューもされているので、比較的日本でも知名度のある女性歌手の方かと思いますね。そしてこの代表曲クメ夢にという曲はめちゃくちゃ難しいです。もう韓国の歌うま歌手たちがこぞってカバーする一曲ですね。以前に紹介したバラエティ番組の覆面歌王という番組では、このクメを男女問わずいろんな歌手が歌って、もう歌唱技術をね見せるという一曲でございます。概要欄に最近の歌唱画像を貼っておきます。このねビジュアルも本当に40代とは思えない可愛らしさですし、歌声もとっても可愛いですので、ぜひ聴いてみてください。そしてお二人目、ソヒャンさんの紹介に入っていきます。でソヒャンさんもクリスチャンでいらっしゃって、この方は本当に CCM の代表的なシンガーですね。1978年生まれの44歳、デビューは1996年に POS というこのキリスト教音楽 CCM のバンドのボーカルとしてデビューされます。その後2010年あたりからポップミュージックも始めたそうですが、現在もこのキリスト教音楽に非常に重きを置いていらっしゃるアーティストですね。今月の2週目のトーク会でしたかね、韓国語学習歴を語るという回で、私が学生時代にクリスチャンの音楽仲間を通して韓国人の方と出会って韓国語を教えてもらったという話をしたんですが、まさにこの時の音楽仲間が CCM ジャンルのミュージシャンでしたね。教会でオリジナルの賛美歌を歌うライブとかがあって、で私自身はクリスチャンではないんですけれども、単純に彼らの音楽が好きでよく遊びに行って歌を聴きに行ったりとか、セッションといって、楽器でセッションしたりとかしに教会に行ってましたね。日本では CCM ってあまり耳にしないジャンルかもしれないですけれど、世界的にはねかなり大きな音楽ジャンルの一つですので、
ソヒャンさんのファンはもはや韓国にとどまらないんですね。世界中にいて、そしてその歌唱力の高さから A Living Legend、 生きる伝説というふうにね呼ばれているそうですよ。ソヒャンさんはね、とにかくめちゃくちゃ歌が上手です。本当に天才だと思いますね。歌うために生まれてきた人ってこういう人なんだろうなっていうのがソヒャンさんですね。まず声質がとってもいいんですよ。透明感があって伸びやかな声で、響きがめちゃくちゃいいんですね。声の抜けがいいっていう感じですね。で、歌唱の中の表現でいろいろ響くポイントを変えることができるんですけれども、例えばちょっとこもった感じの声、こういう声ですねちょっと変な、こういうなんかちょっとこもったような響きを使ったとしても、なんかねそれが埋もれてこないんですよ。こもってる感じでもちゃんと抜けてくるっていうようなね、すごい技術を持ってますね。で、音色も非常に多彩ですし、全身を鳴らしてすごい声量を出すんですけど、キンキンしない、これはね絶対にカバーできない歌手の一人だなと思ってます、ソヒャンさんはね。で、この方はもう歌唱力だけでも本当にすごいんですけれども、ソヒャンさんの才能は歌だけにとどまらず、作詞も作曲もできるんですね。そして作家として本を何冊も書いていて、絵を描くこともデザインをすることもできるらしいです。そしてさらに多言語を使いこなせると、英語ではもう討論ができるレベル、そしてフランス文学を専攻していたことがあって、フランス語にも造詣が深くって、英語やギリシャ語でも聖書が読めて、なんかその研究もできるっていうことらしいんで、いや本当に天才ですよね。聖徳太子なのかなと思いましたけどね、ほぼ神、トッケビなのかもしれませんね、ソヒャンさんね。で、ソヒャンさんは最近の動画でホイットニー・ヒューストン様の I will always love you をカバーされている動画がありましたので、これを概要欄に貼っておきます。そして3人目イ・ヨンヒョンさんなんですけれども、イ・ヨンヒョンさんは次回の歌会で紹介するとして、今回は4人目のねゴミさんに移っていきますね。このゴミさんは韓国語だとゴミって言うんですけれども、英語だと GUMMY と書くので、グミさんだと認識されている日本人の方も多いかもしれないですね。で、韓国ドラマをご覧になる方はゴミさんもうよくご存知だと思います。ドラマの主題歌や OST を多数歌われており、 OST の女王とも呼ばれるほどなんですね。ちょっと思い浮かべてみても、主君の太陽、それから雲を描いた月明かりだったかな、あと太陽の末裔など、もう大ヒットドラマの OST に数多く参加されています。ゴミさんは、1981年生まれの41歳、2001年に YG エンターテインメントと契約して、最初は本名のパク・ジヨンさんというお名前で活動されていたようですが、2003年にはゴミに変更して、もうねゴミさんは最初のアルバムからヒットします。特に現在も代表曲である一曲、チングラド・デルコル・クレッサ、友達にでもなればよかったという曲、この曲がね私はもうほんと大好きなんで、もういつかカバーしたいと思っております。で、ゴミさんは概要欄にこの曲の歌唱動画貼っておきますね。で、私はこの曲チングラド・デルゴル・クレッソで、このルーゴル・クレッタという文法です。これは何々すればよかったという後悔を表す文法なんですけれども、これをね覚えました。韓国語のテキストをやると中級ぐらいの参考書に出てくる文法なんですけれども、もうこの曲をね聞いてたんでね、チングラド・デルコル・クレッソじゃんみたいな感じで、聞き覚えのある文法ということでね覚えていましたね。韓国バラードで学ぶ文法なんていうシリーズもやってみても面白いかもしれないですね。結構歌詞を覚えていく過程で自然と中級ぐらいの文法は頭に入っちゃうところがありますよ。そしてゴミさんはデビューアルバムからもうすぐヒットして順調な滑り出しに思えるんですが、デビュー2ヶ月で声帯結節になってしまっ
て1年間リハビリに専念されます。ゴミさんはねハスキーボイスなんですよ。で低音が結構しっかり出るんで、もともと持ってらっしゃる声は多分低めだと思うんですね。でも高い方の音も結構強く出るんですよ。声帯をこう厚く合わせて地声寄りにガーッと発声されるので、確かにねこれは声帯には負担がかかる歌い方だとは思います。ただやっぱり強いバーンという響きが出るので、胸に迫ってくるような感動はあるんですよね、こういうプレス発声っていうのはね。でこれは非常に難しいところでして、自分の体に合う自然な声の出し方が必ずしも魅力的とは限らないっていうのがあると思うんですよ。じゃあ喉の負担を取るために高音の部分をずっとうろが中心の発声にしたら、確かに喉は枯れないし健康にはいいかもしれないんですけれども、それで売れるかみんなが感動するかっていうのはまた別の問題なんですよね。で特にゴミさんの場合は最初にもうアルバムがすごくヒットしちゃったって言ったらおかしいですけど、もう最初に成功したわけですよね。でその歌い方で大衆に受け入れられているということを考えると、喉を痛めたからといってあまりドラスティックに歌声を変えるわけにはいかないっていうのがあったと思うんですよね。なので、響きのイメージは変えずに痛めない方法を探らなきゃいけないっていうことで、本当にこのリハビリの1年大変だっただろうなというふうに思います。でもその後もう20年のキャリアずっと歌い続けてこられて、本当にすごいと思いますね。そういう点でとても尊敬している歌手の一人でございます。私生活では2018年に俳優のチョ・ジョンソクさんと結婚されております。チョ・ジョンソクさんもミュージカル俳優でいらっしゃいますし、賢い私生活ではバンドのメインボーカルで歌われててですね、つまりめちゃくちゃ歌うま夫婦なんですよ、このお二人が。お二人にはお子さんが生まれたんですが、きっとこれね歌の DNA が最強だと思います。もちろんお子さんね好きな人生を歩んでくださったらいいと思うんですけれども、ファンとしてはちょっと歌を聴いてみたいなっていうのはありますね。さて今回は韓国の女性4大ボーカリストのうち3人はね紹介してまいりました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特にリクエストを今募集中でございます。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK。18分